こんにちは。こんにちは。LI の代表している矢吹です。こんにちは。こんにちは。初めての方いらっしゃるかもしれません。初めての方、はじめまして。いつもの方はごきげんよう。LI の代表している矢吹です。ちょっとシェルターで、今日はいろいろ事情があって早くシェルター作業やってたんで、少し時間ができたんでライブ始めてみました。雑談です。ただ雑談なんですけど、中国で行われている剣肉祭りのこととか話したいんですよね。でね、剣肉祭りって日本でも今日本のね頑張っている活動家が中国の大使館前でその剣肉祭りやめてくださいっていう抗議活動とかやってるじゃないですか。やってるんですよね。剣肉祭りが中国で始まったんで。でね、あれって結局一部の人たちがやってるんですけど、中国の大使館の人はどう思ってるかちょっと分かんないんですけど、あれって日本の海外にある、要するに中国にある日本の大使館前とか海外にある日本の大使館前でも行われてるんですよ。どんなことで行われてるかっていうと、捕鯨反対とかイルカ漁反対で主に行われてます。あとは石炭火力発電所の反対とかね。日本ってすごい遅れてるからまだ石炭の火力発電所作ろうとしてるんですよね。すごい二酸化炭素出るんで、そんなの作るなとかね、いろいろやられてるんですよね。で中国でなんだろう、日本にある中国の大使館前、韓国の大使館前で犬肉の反対デモが行われているのと同じように、外国の日本大使館前でもイルカ漁反対や捕鯨反対の、デモが行われているっていうことを知ってもらいたいなと思って、そういうこと話したいなと思ってライブ始めたんですよね。で今日うちのメンバーが投稿してましたけど、イルカ犬肉の問題と日本のイルカ肉とかクジラ肉の問題ってすごい似てるんですよ。イルカ肉とかクジラ肉なんてほとんど食べないでしょ。今食べないんですよ、全然。もう消費量がもう戦時中とかね、戦後のその消費量もから比べるともう激減してて、捕鯨の会社は当時3つあったんですけど、今もう1つもないんですよね。一つもないんだけど、共同船舶株式会社っていう捕鯨の船を専門に貸し出す会社と、あと日本鯨類研究所っていう、研究所、一般財団法人に分かれたんですよね。それでそこがやってるだけなんですよ。あとはイルカ漁のね会社とか小さな捕鯨の会社はありますよ。それぞれ、日本の、各地に、小さなサイズの捕鯨船を持って、活動というかクジラを取る、ことをやってるところっていうのはあるんですけど、大きな、遠洋に出てってやる捕鯨の会社っていうのはもうなくなったんですよね。儲からないんで。で犬肉も中国とか韓国でどんどん減ってるんですよね。どんどん減ってきてるんですよ。需要がなくなってきてるっていうこともあるし、あと犬が犬を普通にね家族として飼育する人が増えてきてるんで、そういう殺して食べようっていう人たちが減ってきてるんですよね。これ当たり前なんですけど、結局そういうような状態で犬肉っていうのも減ってきていて、日本もクジラ肉とかイルカ肉っていうのもどんどん減ってきてるわけですよ。でも相変わらず韓国でも中国でも日本でもイルカ肉やクジラ肉、犬肉、猫の肉っていうのをまだ食べようとする人たちっていうのもたくさんいて、たくさんっていうか一部の地域ではねいて、その需要があると。
で、今、犬肉のことを、犬肉とイルカ肉の話してますけど、猫の肉も食べられてますからね。ただこれは、今日の投稿にも、うちのメンバーが書いた投稿にも少し書いてるんですけど、犬肉って日本でも食べられてて、で、その韓国料理屋とか中国料理屋で食べられてるだけじゃなくて、他にも食べられてるんですよ。普通にまだ、実は。だからね、そこもね、見ていかなきゃいけないんですよね。そう。だから全体的に、今も気候危機の状態になって、肉食っていうのが、大きな原因になってるってことがもう科学的に証明されてるんで、今もうなんか肉食なんてしてる場合じゃないんですよ。で、その海の問題っていうのも、そのサスティナビリティ、要するにサスティナブルなその漁業とか畜産業なんてないっていうことがもう判明してるんですよね。はっきりと科学的に判明してるんですよ。だから今もうだからどんどんこれからその菜食とか、精進食、あとはビーガン食っていうのどんどん切り替わっていきます。これ当たり前なんですけど。だからそういうのに動物愛護とか環境保護をやってる人はもっとね自分発信で積極的に変わっていってもらいたいなって思いますよね。当たり前ですけど動物愛護って言いながらね動物食べてたらもう愛護でも何でもないわけだから、環境保護って言いながら魚食べてたら保護でも環境保護なんかできないわけだし、魚とかその海洋生物の激減してる理由はもう漁業なんで、だから食べながらそれ保護っていうのは不可能なわけですよね。そういうことがすごく重要になってくるかなと思います。だから、何が言いたくてこのライブ始めたかっていうと、今中国で見肉祭り、ライチ見肉祭りっていうんですよね。ユーリンっていうところでやってるんですけど、それって日本で例えると、今日の投稿はイルカの投稿だったんですけど、イルカの投稿、イルカ地域性のね、ものだっていうことで、イルカと対照的にしたんですけど、内容的にはイルカじゃなくて、ウナギと同じなんですよ。内容的には、ユーリンの見肉祭りって、本当は正確な名前は、ライチ見肉祭りっていうんですよね。ライチ見肉祭り。で、それってどういう意図で行われてるかっていうと、ユーリンっていうところはすごく蒸し暑い地域なんですよ。中国のユーリンっていうところはね。で、蒸し暑いところだから、ライチと犬の肉を食べて暑さを乗り切ろうっていう、夏バテしないように過ごそうっていうことなんですよ。で、これって日本に例えると、もろ、日本では暑い時にうなぎを食べてスタミナをつけようっていうのと同じなんですよね。でね、うなぎとかね、絶滅危惧種なんですよ、日本うなぎって。で、絶滅危惧種食べてるのって、日本とか中国とかアジア圏だけなんですよね。本当に。だからもう、そういうことなんで、やめていかなきゃいけないですよね。で、国民の大半が、飢餓状態ないんですよ、日本って。飢餓状態じゃない。国民の大半が、肥満になってきてるんですよね。これは、欧米とかももっと肥満になってるんですけど、肥満になってるってことは、カロリーが過剰摂取されてるってことなんですよ。カロリー過多だってことなんですよね。カロリー過多なのに、スタミナをつけるためにうなぎを食べるって理屈がおかしいんですよ、そもそも。これって何かっていうと、スーパーとかうなぎ業者の戦略なんですよ。商売の戦略。要するにクリスマスに、ケーキ食べたりとか、ケンタッキー食べたりするのと同じ戦略です。全部作られたものですから。そもそもクリスマスなんていうのはキリストの誕生日ってされてるけど、キリストの誕生日なんていつかなんて分かってないし、聖書を読めばその辺分かるんでね。本当のところって分かってないんですよ。でも、キリストの誕生日ってことにして、そこで、サンタクロースがプレゼントを持ってくるという組み合わせなんです。全部でっち上げなんですね。そもそも赤と白のコスチュームって誰が考えたかというと、コカ・コーラが考えたんです、あれ。クリスマスにコカ・コーラ飲みましょうっていうことで、サンタクロースに白と赤のコスチューム着せたんです。でね、そもそもサンタクロースっていう人は架空の人物です。しかもフィンランドに住んでます。アメリカで考えられたんですけど、これって全部商売なんですよ。例えばクリスマス商戦って言われてて、僕昔、某有名企業で働いてたんで、その時もクリスマス商戦って言われていて、人がお金を落とす時って決まってるんですよね。そういう時に、クリスマスが入ってるんですよ。
夏休み前、お盆前とかね。商戦時期っていうのがあるんです。ゴールデンウィーク前とか。そこら辺にみんなそのビジネスバンバン打ってくるわけです。いろんな戦略でいろんなメーカーが。で、例えばカメラメーカーとかだったらオリンピック前とか、いろんなその戦略の時期があるんですね。それぞれのメーカーによって違う時期が。で、それでクリスマスの場合はクリスマス商戦って言われていて、そのクリスマスにはいろんな食べ物とかプレゼントとかそういうものがどんどん売れる時期、お金を使う時期なんで、それが、過剰にやられるんです。例えばどういうことかっていうと、ケーキ業界。クリスマスにクリスマスケーキ食べるなんておかしいじゃないですか、普通に考えたら。クリスマスに鶏肉食べるっていうのは、これもおかしいんですよね。キリストの誕生日、キリストってベジタリアンだったって言われてるんで、それをその鶏血祭りにあげて、その殺して食べてっていう祝い方ってありえないじゃないですか。人の誕生日を血塗りで祝うなんてことないんですよね。で、それ、どういう奴らがやり始めたかっていうと、ケンタッキーですよね。カーネル・サンダースに白と赤のコスチューム着せて、チキンを食べよう。で、そこに乗っかってきてますよね。みんなクリスマスチキン、クリスマスチキンつって。で、ケーキもそう。で、クリスマスって言ったら、プレゼント商戦ですよね。クリスマスにプレゼントを送る。それも全部商売です。で、恋人と過ごす。ホテル。ディナーショー。これ全部クリスマス商戦なんですよ。全部商売のお金を使わせるための作戦なんですね。これ全部同じ仕組みなんですよ。だからそういうものが、みんなそういうものに乗っかってるってことです。例えばバレンタインとかもそうですし、全部そうなんですね。だからこれにうなぎも乗っかってるってことなんです。夏にうなぎが食べられる。ライチ県肉祭り、有林で行われてる。これ全部同じなんですよ。ライチと犬の肉を食べたからって、スタミナついて夏乗り切れるなんてことありえないです。特に肉なんていうのは消化が悪いので、消化酵素っていうのをたくさん体の中で使ってしまうので、逆に、エネルギーを使ってしまいます。逆に体力消耗します。そこがまずもうトリックだってことですね。だから。人間の体の中には消化酵素と消化吸収のね、酵素と、それを分解していく酵素っていうのがあるんですよね。で、そのためには、酵素が生きてる状態の植物を食べた方がいいんです。で、それはつまりローフードなんですよ。だから、犬の肉を食べて、もしも犬の肉を食べてスタミナをつけたい、酵素が生きてる状態で摂取したいってことだったら生で食べなきゃダメなんですよ。でも実際有林で行われてるのってどういうことかっていうと、できるだけ残酷に調理した方がうまくなるって言われてるんですよ。だから生きたまま熱湯の中に投げ込んだりとか、油の中に投げ込んだりとか、バーナーで炙ったりしてるんですね。これだから全部迷信なんです。全部迷信。根拠がない、科学的な根拠がないものです。例えば、サイの角。サイの角が密漁されてる。サイが殺されて、サイの角を奪われる。あれ何のためかって言ったら、精力剤になるからって言われてるんですよ、中国で。なんでかっていうと、そのサイの角の形が生殖器に似てて、それが迷信として伝わってるからです。これ全部インチキなんです。全部インチキなんです。だから、この犬肉を食べる。ライチと犬肉を食べて、まあライチはいいですよね。ビタミンとかありますから。でも犬の肉を食べて、夏をスタミナつけて乗り切るのはありえないし、日本でうなぎが食べられる。これもありえないです。全くもって。そもそもさっきも言いましたけど、犬は家畜ですけど、うなぎは野生動物で、絶滅危惧種です。日本うなぎは。ありえないんですよ、これ。普通に考えたら。絶滅危惧種食べてる国なんて、だからさっきも言いましたけど、日本と、東南アジアだけですね。すごい悲惨なもんですよ。だから、ガンガン批判されると。だから今日本の活動家たちが、中国の大使館前で犬肉反対の抗議活動をやってます。でも世界中で、世界中の日本の大使館の前で、イルカの、漁の反対、クジラ、捕鯨の反対、やられてます。日本で報道されてないだけです。現地では報道されてます。そういうことなんですよね。だから今日、うちのメンバーが、犬肉の投稿と、イルカの投稿を一緒にしたんです。写真半分半分にして。
同じ仕組みなんです。同じ意識なんです。で、うなぎのさばき方もそうですよね。うなぎって、背骨の方からさばくか、腹側かさばくかって言われてるんですけど、喉の辺にぐさっと針を、なんだろう、突き刺すんですね。まな板の上にガンって突き刺して、そこからビャーって、背さばきか腹さばきで、ずっとそれで半分にさばいていきます。生きたまま。よく生きたまま、毛皮剥ぐから残酷だとかって言われてますけど、もう、魚たちなんてみんなそうですよ。血抜きなんて普通に釣りする人だってもう生きたままエラ取ってみたりとか、エラの下のところに差し込み、ナイフ差し込んでみたりとか、みんなそういう状態です。まあ、食肉になる動物っていうのは、魚とかも全部、魚も動物ですから、そういうものも含めて、すべて首切断されて出血多量で殺されてるんで、まあ当たり前ですけどね。だから動物食べながら動物愛護なんてありえないわけですよ。魚食べながら動物愛護とか。そういうことですよね。うん。まあだからまあね、そういう抗議活動してる人たちもみんなビーガンなんで、あれですけど、まあ犬だけ食べないようにしようとか、猫だけ食べないようにしよう、イルカだけ食べないようにしよう、クジラだけ食べないようにしようなんてことはありえないわけですよ。全部一緒の動物なんで。自分で選んでイルカに生まれてきたわけでもないし、自分で選んで人間に生まれてきたわけでもないし、自分で生まれてきたのがたまたま日本だったり、たまたま女だったり男だったりするだけじゃないですか。たまたま人間だとか、たまたま犬だとか。ね。そんなそれ種差別って言うんですけど、種差別っていうのは、その人種差別なんかよりもひどいというふうに言われてます。うん。まあ、そんなことをね、ちょっと話したいなと思ってライブやってます。まあもう、大体喋ったんで、こんなもんかなと思ってますけど、今日、夜、21時からかな、LIA の YouTube の、メインチャンネルの方で、クジラの、解体の動画がアップされてるんで、リマインダーしていただければ、9時から、流れ始めます。凄まじいですよ、クジラの解体。血がすごいんで。子供たちとかも見学できる場所なんで、LIA のメンバーがそこに行って撮影してるんですけど、子供たちとかもうわーとか言いながら見てます。すごい凄まじい血が流れるんで、それが捕鯨ですし、それがクジラの肉とか動物食べるってことですね。人間と同じ赤い血が流れてますから。まあそんなことを久しぶりにライブ配信してみました。僕ライブ配信多分久しぶりだと思うんですよね。雑談ライブ。タイ人にいた頃は結構よくやってたんですけど、忙しくてね、本部に戻ってくるとやること山ほどあるんで、雑談ライブとか全然できてないですけど、まあ久々にユーリン県肉祭りも始まって、イルカ漁のね時期も近づいてきたので、まあちょっとやってみました。はい。あとYouTube で定期的にライブやってるんで、また皆さんいらしてください。月に1回か2回はだいたいやるようにしてるんで、っていうことですかね。まあ最近LIA のインスタグラムの方もフォロワーの方がありがたいことにどんどん増えてきて、ただその LIA って何やってる団体っていう知らない方たちも多いと思うんで、定期的にこういうのやらなきゃいけないかなっていうふうに思ってます。うちはもう11年やってる NGO 団体で、海外でも活動してますし、日本に本部があるんですけどね。日本国内で行われている、動物とか環境の犯罪、動物愛護法の犯罪とかもそうですけど、犯罪の、刑事告発っていうのをやってて、大体11年間で3500件以上の刑事告発して、犯人摘発してきました、警察と一緒に。で、先週も、動物愛護法違反のブリーダーのところにガサ入れが入ってます。うちの告発で、警察がね。うん、で今そこも警察が
廃業させようと思ってやってる最中ですね。で2週間前も、猫の虐待事件で、犯人を書類送検してます。別の件でね、それは。はい。そういうことをやってる NGO 団体です。で、メンバーたちみんな、基本的に顔とか出してないんですけど、たまにね、僕が出たりはしてますけど、基本的に誰も出たがりじゃないんで、うちの団体って。みんな、地下で活動してる人たちばっかりなんで、まあ、お会いできるようなね、時があれば、容姿もわかるんですけど、基本的にみんな隠れてやってます。で、犯罪調査なんで基本的に表立ってできないですし、まあ、うちの活動って何やってるのかよくわからないっていう方たちが多いですが、毎日毎日Facebook や Instagram や Twitter やYouTube なんかで発信してますから、そういうの見ていっていただければわかると思いますし、ブログなんかは多分2000以上記事があるので、11年の間に。でそういうの読んでいただければ分かると思います。はい、そんな感じですかね。はい、なんか夕方時のなんかご飯時かな、みんなちょっとよくわからないけど貴重な時間にありがとうございました。でまたこれでちょっとシェルター作業に戻っていう感じですね。はい、まあそんなところでまた時間があったらライブしていきたいと思いますけど、今日は、犬肉、猫肉、あとイルカ肉、クジラ肉等々の話、あと気候変動とかの話させていただきました。まあプラスチックの問題とかね、環境問題っていうのもずっと発信、もう11年前からやってるんで、うちはようやく最近そういう問題って日の目を浴びるようになってきましたけど、もうずっと11年前からやってて、こいつら頭おかしいやつらだみたいなこと言われてました。でもやっと今、普通だねみたいになってきました。ようやく世の中が追っついてきたっていう。まあ大体ね、うちのメンバーたち50年先見ながら活動してるんで、最初言い出す時に何言ってんだこの人たちはって思われることが多いんですよね。だけどまあだからうちはもうその生体販売廃止なんていうのはもうずっと昔から言ってきましたし、ブリーダーを免許制とかそんなこと一切言ってないんで、で発種例規制とかも短すぎると思ってるんでね、もっと生後半年は親から話しちゃいけないんだよ、犬って。それ保護してたら分かるんですよね。うちシェルターやってるんで、今シェルターにいるんですけど、何百っていう数ずっと保護してきたんで、保護して譲渡してきたんで、はい。そんなところですかね。すいません、ごちゃごちゃと話しました。雑談ライブでした。お聞きいただいた皆さんありがとうございました。ではまたごきげんよう。良い夜をお過ごしください。Go Vegan。バイバイ。